今日はですね、クラシックカー MGB の位置について話してみたいと思います。ちょっとね、久々の MGB のネタなんですけれども、これからクラシックカー、特に MGB を所有したいと思っている方、またはすでに持っていて、維持費を抑えるために自分でできる作業を DIY で行いたいと思っている方に向けて、自分がですね、過去に行った作業を作業内容について共有したいと思います。ただ、ちょっと昔の作業なんですね。で、その時は今みたく YouTube に残そうなんて思わなかったので、ちょっと動画のデータは取っていないんですよね。で、今回の作業は内張りの芯の交換というかなりね、マニアックな内容なんですよ。なんでちょっとね、興味ない方は見なくても大丈夫です。ということで進めてみましょう。私の MGB は購入した後ですね、愛車である MGB のドアの内張りにね、なんかちょっと変な膨らみがあることに気づいたんですよ。で、押すとちょっとペコペコするっていうんですか。で、その原因は内張りに使われている部品、これがね、劣化していたからなんですよ。これはちょっとね、自分も驚いたんですけれど、というか知らなかったんですけど、この内張りに使っているこの芯ですね。今だったらプラスチックのパーツなんですけれども、MGB の場合は、これはベニヤ板でできているんですよ。なのでね、こういった例えば雨がね、ドアの中に入ったりして、この湿気がですね、どんどんとこのベニヤの板を侵すというんですか。ベニヤ板が濡れてしまって、そこから鎖が発生するっていうことなんですね。で、もちろん、普通のドア、今の自動車のね、ドアには内張りの中にはビニールシートで保護されてるんですけれども、MGB もね、同じくね、ビニールシートで保護されてるんですけれども、いかんせん50年ぐらい前の車なんで、どうしてもね、そういった鎖が発生するっていう感じでしたね。で、この内張りの表皮、表の皮ですね、について、自分がね、確認したところ、モスモーターのサイトをちょっと調べてみたんですよ。そうすると、自分の MGB の内張りは、ちょっとね、デラックスパネルっていう少し高級なパネルと同じ形をしていたんですよ。通常のパネルですと、今調べたところだとね、180ドル弱っていうような感じで、現在の為替レートを考えると、2万8000円とか、そんなような感じになるんですね。で、それにね、当時もね、それぐらいして、それにね、送料かかってしまうんで、購入するとなると、このドアの内張りの2つ揃えるだけで結構な金額になっちゃうという感じで、ちょっと躊躇していたんですよ。で、この内張りのね、皮自体はそれほど劣化してないということもあったし、自分のね、このデラックスバージョンというのをちょっと手元に残しておきたいなというようなことを考えてまして、なんとかこれを維持することができないかということを考えたんですね。で、よし、取り替えようということになりまして、その時の作業はですね、この内張りのこの芯である古い腐ったベニヤ板を新しい3ミリ厚のベニヤ板に取り替えてですね、新しく内張りを作成するっていうことでした。この芯のベニヤ板は、この表の皮ですね。これをタッカーで留められていて、このタッカーの芯も、足が短いものを使わなきゃいけないということで、これもちょっとね、自分でカスタムして、作ってね、取り付けました。で、先ほど言ったように、この内張りの表側ですね、交換すると高くなるんで、特に擦り切れとかもなかったんで、再利用っていう形でなんとかならないかなということでやりました。で、ここで問題になるのが、新たに用意したベニヤ板って、ただの長方形の板なんですよね。それを今ある内張りの形にしなきゃいけないということで、これはね、古いベニヤ板から寸法を取るしかなくって、どうしてもね、ズレが発生するんですよ。で、なおかつね、古い内張りのベニヤ板ってところどころちょっと腐っているんで、寸法が取れない部分があって、ちょっとね、そこからね、元の形を復元するのが大変でした。それとですね、元々の内張りは、ドアのところにね、金属製のね、フックで止まっていたんですけれども、結構ね、これ取り外しとか取り付けがすごくめんどくさそうだなというのをちょっと感じていまして、で、調べてみると、どうも後期モデルに採用されている、今のね、車でも
同じような形になっているこのプラスチックのホックみたいな形ですね。そういったものにどうも変えれるらしいということで、変更できないかということでやってみたら、なんとかね、これは変更できました。これはね、私のモデルが1969年のモデルだからというのもあるかもしれません。部品の入手、今回のね、ホックとかそういったところの部品の入手については、MGB をね、これから所有したいと思っている方には、こういったね、部品がね、豊富にあるっていうこと、部品が豊富であるっていうことをお伝えしたいと思います。こういった部品の入手先については、私のですね、過去の動画、海外通販を使えば、旧車パーツの入手に困りませんっていうのをちょっと動画上げたんで、そちらで、詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。作業の難易度に関してなんですけれども、今 MGB をね持っていて、この内張りをちょっと芯変えたいっていう人がいるかもしれません。この作業自体はねちょっとね根気がいるっていう点を強調したいと思います。特にむちゃくちゃ難しいってところはないんですけれども、タッカーのね足の長さを変えたりとか、あと寸法ですね、この芯の板の寸法、そこの取るところっていうところがちょこちょこ根性がいるというか、そういうところがあると思います。ただね、自分で作業を行うことで、こういった、工事費っていうんですか、これ、ショップさんに頼むとね、お金かかるんですけれども、こういった場合だと、もう今回の場合であれば、ホック代と板代とタッカー代だけで済みますんで、かなり抑えることができます。まとめです。今回ですね、私が過去に行った MGB ですね、これの維持作業の一部を共有させていただきました。ショップさんにね、頼むとな金額取られるんですけれども、こういった創意工夫することで、かなりね、金額を抑えることも可能です。で、今回ですね、こういった MGB のね、維持費を抑えるために、自分でできる作業を DIY で行いたいと思っている方にとって、少しでも参考になればいいかなと思いました。今回もご視聴ありがとうございました。